序章、言語の境界線を越える者たち。あなたは話す言語によって自分の性格や振る舞いが微妙にあるいは劇的に変化していると感じたことはありませんか？英語を話すときはより主張が強く、日本語を話すときはより調和を重んじる、あるいは特定の言語でしか思い出せない記憶や表現できない感情があることに気づいてはいないでしょうか？多くの人は複数の言語を操ることを単なる便利な実用的スキルだと思っています。しかし最新の心理学と脳科学の研究は、全く異なる真実を私たちに示しています。複数の言語を脳内に同居させている人々の精神構造は、単一言語話者とは根本的に異なり、世界を捉える解像度そのものが作り変えられているのです。今回の動画では複数の言語を話す人々が無意識のうちに身につけている7つの珍しい特徴について解説します。それは単なるスキルの話ではありません。あなたの脳がどのように現実を翻訳し、どのように複数の自分を使い分け、そしてどのようにして他人には見えない世界の裏側を読み取っているのか、あなたは自分の脳が持つ驚くべき、そして少し奇妙な特殊能力の正体を知ることになるでしょう。第1章、流動的な自己、人格の変容は演技ではない。まず最も興味深い特徴の一つ、それはアイデンティティの流動性です。複数の言語を話す人々の多くは、自分が一つの固定された性格に縛られていないことを知っています。心理学の世界ではこれを、言語による人格シフトと呼びます。これは単にその国の文化に合わせて、演技をしているのではありません。言語にはそれぞれ固有の歴史価値観そして感情の重みが埋め込まれています。脳は話す言語を切り替えた瞬間に、その言語に紐ついた文化的なソフトウェアを起動させているのです。マルチリンガルの人々は、状況に応じて自分という存在の色彩を自在に変えることができます。これは一見自分が定まっていないように感じるかもしれませんが、あらゆる環境に自分を最適化できる極めて高度な適応能力なのです。彼らは嘘をついているのではありません。それぞれの言語というレンズを通して、自分の中に眠る別の真実を引き出しているだけなのです。第2章、高精細なセンサー、微細な変化を読み取る生存本能。多言語話者の2つ目の特徴は、他人の感情や場の空気を読み取る微細な知覚能力です。これは単なる直感ではなく、脳が長年の言語学習の過程で、強制的に鍛え上げられた訓練されたセンサーの結果です。多言語を学ぶ過程で、私たちは必ず言葉が通じないという壁にぶつかります。その時、脳は何を頼りに情報を保管するでしょうか？答えは非言語的な手がかりです。マルチリンガルの脳は、相手の視線の動き、声のトーンのかすかな震え、呼吸の感覚、そして文化特有の仕草など、単一言語話者がスルーしてしまうような、微小な情報を、驚異的な精度でスキャニングするように進化します。この能力は一度身につくと全自動で稼働し始めます。彼らは部屋に入った瞬間に漂う緊張感を誰よりも早く察知し、相手が口にする前にその不満を見抜くことができます。多言語を操ることは単に辞書を増やすことではなく、世界の解像度を 480p から 8K へとアップグレードするような体験なのです。第3章、概念による思考、言葉の檻からの脱出。3つ目の特徴は、思考のプロセスそのものにあります。多くの人は自分の母国語という言葉の枠組みの中で思考を組み立てます。しかし複数の言語を持つ人の脳は、特定の言語に依存しない、概念ベースの思考を行っています。彼らの頭の中には言語を超越した純粋なアイデアの塊があり、状況に応じて、それを最も表現するのに適した言語の服を着せて取り出します。認知心理学ではこれを言語相対論の超越と呼ぶことがあります。複数の言語を知っていると、脳は一つの言語の構造的な制約に縛られることがなくなります。一つの扉が閉まっていても、別の言語の鍵を使って解決策を見つけ出すことができるのです。この柔軟性は圧倒的な問題解決能力と創造性をもたらします。彼らの思考は一本のレールの上を走る列車ではなく、広大な大地を自由自在に駆け巡るオフロード車のようです。多言語話者の脳内で起きているのは単なる翻訳ではなく、複数の知的宇宙を融合させたハイブリッドな思考なのです。第4章、多層的な感情インテリジェンス、心の翻訳機を粛す。4つ目の特徴は、極めて高い感情的知能 EQ です。複数の言語を話すということは、その言語が持つ感情のインフラを自分の中に複数構築することを意味します。心理学の研究によれば、バイリンガルの人々は話す言語によって、感情の受け取り方や強度が変化することが分かっています。感情を客観的に観察できる心理的な距離感を自在に操れることが彼らの強みです。マルチリンガルの人々は、異なる文化的背景を持つ、人々の感情的なニュアンスを、単一言語話者よりも深く、そして多層的に解読することができます。彼らは何を言っているかだけではなく、その言葉の背後にある文化特有の心の震えを直感的に理解します。この能力は対立する二つの意見の間でバランスを取る際や、複雑な交渉の場面で絶大な威力を発揮します。
彼らにとって共感とは相手の立場に立つことだけではなく、相手の言語的世界観の中に飛び込み、そこにある感情を自らの経験として再構築することなのです。第5章、強靭な脳の実行機能。絶え間ない認知的ワークアウト。5つ目の特徴は、並外れた精神的持久力です。多言語を操る脳は、起きている間中、常に激しいスポーツをしているような状態にあります。脳内では今使っている言語以外の全ての言語を抑制し、混ざり合わないように管理するという、極めて高度な交通整理が24時間体制で行われています。これを神経科学では実行機能の強化と呼びます。マルチリンガルの脳は不必要な情報を遮断し、必要な情報に集中しタスクを切り替えるプロセスが、一般的な脳よりもはるかに高速でかつ強固に鍛えられています。この脳の筋肉が発達しているため、彼らはパニックに陥りそうなマルチタスクの状況下でも、驚くほど冷静さを保ち正確な判断を下すことができるのです。この絶え間ない認知的トレーニングは、脳の老化を遅らせる効果さえあることが研究で示唆されています。彼らが複雑な問題を前にしても、涼しい顔をしていられるのは脳という OS そのものが、圧倒的な演算能力を誇っているからに他なりません。第6章、多層的な記憶のアーカイブ。時間の枠組みを超える。6つ目の特徴は、直線的ではない多層的な記憶システムです。単一言語話者の記憶は時間の経過とともに、一つの物語として積み重なっていきます。しかし複数の言語を持つ人々の記憶は、その時使っていた言語という感情のインクで色分けされています。心理学ではこれを言語依存的記憶と呼び、特定の言語で体験した出来事は、その言語を使っている時の方がより鮮明に引き出されるという現象です。例えば子供時代に母国語で聞いた、子守歌のぬくもりと大人になってから、第二言語で学んだビジネス体験。これらは脳内の異なるフォルダに格納されており、呼び出す言語によって、精神的な年齢までが再現されます。マルチリンガルの人々は自分の中に複数の人生の記録、複数のタイムラインを走らせているようなものです。ある言語で行き詰まった悩みも、別の言語に切り替えて振り返ることで驚くほど客観的に、全く別の感情的な解決策を見出すことができるのです。過去を振り返るたびに彼らは、異なる自分と出会いより、深い自己需要へと導かれます。第7章、多角的なリアリティの認識、一つの正解を疑う知性。最後7つ目の特徴は、世界を重層的に捉える多角的知覚です。一つの言語しか持たない人は、無意識のうちにその言語が規定する一つの現実を、唯一の真実だと思い込んでしまいます。しかし2つ3つの言語を操る人は、同じ事象であっても言語というフィルターを通すことで、全く異なる解釈が生まれることを肌身で知っています。これを社会心理学では、認知的複雑性の高さと呼びます。彼らはこれが絶対に正しいという独善的な思考に陥りにくく、物事には常に、複数の側面、複数の正義、そして複数の解決策があることを直感的に理解しています。異なる言語体系を持つということは、異なる世界の設計図を複数手に入れているようなものです。一つの設計図で行き止まりに突き当たっても彼らは別の設計図を開き、新しい道を見つけ出すことができます。この柔軟な知性は不確実で多様な現代社会において、最強の武器となります。多言語を話すことは、単にコミュニケーションの範囲を広げることではありません。それは世界という巨大なジグソーパズルを、より多くの角度から理解するための開かれた知性を手に入れることなのです。最終章、言語の重なりが作る、唯一無二の魂。ここまで複数の言語を操る人々に共通する、7つの珍しい特徴を解き明かしてきました。アイデンティティの変容高精細な知覚概念による、思考多層的な感情強靭な、実行機能言語依存的な記憶、そして多角的なリアリティこれらを統合すると、一つの明白な事実が浮かび上がります。多言語を話すということは、単に便利な道具を持っているということではなく、あなたの魂そのものがより広く、より深くより強靭に作り変えられているということです。私たちは言葉という境界線を越えるたびに自分の中に新しい世界を構築してきました。その揺らぎこそがあなたが単一の価値観に縛られず、進化し続けている証拠なのです。複数の道具を使いこなす。あなたは人類が到達し得る認知的柔軟性の最前線に立っています。あなたの脳は、異なる文化、異なる感情、異なる論理を調和させるための壮大なシンフォニーの指揮者です。話す言葉の数だけあなたの世界は広がり、あなたの優しさは深まり、あなたの知性は強固なものになります。複数の言語を持つことは、複数の人生を同時に、そして誠実に生きるという、美しくも勇敢な挑戦なのです。エンディング。翻訳できないあなたの価値。もし次に言語の切り替えで疲れを感じたり、自分の中に複数の人格があることに違和感を覚えたりしたら思い出してください。それはあなたの脳が他の誰にも真似できない高度な演算を行い、世界をより深く愛そうとしているサインなのだということ。あなたは単なる翻訳機ではありません。あなたは異なる現実をつなぎ合わせ、新しい価値を生み出す現実の創造主なのです。
さて今回の動画はあなたの心にどのように響いたでしょうか。あなた自身が感じている多言語話者ならではの不思議な感覚があれば、ぜひコメント欄で教えてください。そのエピソードの一つ一つが、言葉の壁を越えようとする誰かの勇気になるはずです。またこの動画が自分のことを言い当てていると感じたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは、日常の中に隠された心理学や脳科学の不思議を、これからも深く掘り下げていきます。あなたの多層的で美しい脳が今日も新しい発見に満ちていますように。それではまた次の動画でお会いしましょう。ボンボヤージュ&See you soon。